不動産屋さんの階段へようこそ。自宅の自分の部屋である日突然怖い体験をすることがあります。これは一人暮らしの人には人事ではないお話かもしれません。今回は私の知人で40代前半の男性、仮に小川さんとお呼びしますが、その方が2年ほど前に自宅のアパートで体験したお話です。小川さんは東京世田谷区のアパートで一人暮らしをしています。そんなある日、小川さんは欲しいものが安く手に入るネットのフリーマーケットでスニーカーを探していたそうです。そのスニーカーはすでに持っているのですが、色違いの黒い同じスニーカーが出店されていないか探していました。靴ですから誰かが長く履いていたものを買い取るというわけにもいかず、新古品という何か理由があって売られている新品を探していました。そんなある日、そのドンピシャに少し近いものが出てきたそうです。というのも、そのスニーカーは確かに誰も履いていない新品ではありませんでした。でも出店者は女性で、彼女の息子さんにそのスニーカーを買ってあげたというのですが、息子さんは一回履いてみたら気に入らなかったそうで、いらないと返されたということでした。デザインが気に入らなかったのか、足に合わなかったのかは分かりませんが、とにかく一回だけ、それもほんの数時間試しに履いていただけだという説明でした。ですからほとんど新品に近く、履き癖もなさそうな上、破格に安かったので、小川さんは購入することにしました。さて、それからしばらくしてからです。その日は小川さんは仕事が休みで、午前中に例のフリマで買ったスニーカーが配達されるのをアパートで待っていたそうです。そして11時ごろに荷物は配達され、小川さんは早速中を確認してみました。すると売り主の人柄がわかるような丁寧な箱に入ったきれいな黒いスニーカーが出てきました。そこで早速履いてみると、思った通り新品と全く変わらない履き心地でした。小川さんはその日配達が来たらすぐ買い物に出かける予定だったので、そのスニーカーを早速履こうと玄関に置いておきました。そして出かける準備をしていると、なぜか急に気分が悪くなってきたそうです。あれ、なんか体がだるいな、どうしたんだろう。そう思ったので少し休んで午後から出かけることにしました。でも一向に体のだるさは消えず、逆にどんどん具合が悪くなっていきました。そしてどうやら熱も出てきたようで、あれ、俺マジ風邪うつってたのかなと思った小川さんは出かけるのを諦めて布団で横になることにしました。ところがしばらく横になっていても熱が下がらないので、市販の薬を飲んだのですが、なかなか効かず、参ったなぁと思っていると、小川さんは急におかしな胸騒ぎがしてきました。なんだろうこの胸騒ぎは、と最初戸惑っていたのですが、それはだんだん自分に危険が迫ってきているような怖いという感覚に変わっていきました。おかしいな、なんでこんな怖いって感じるんだと小川さんは日頃怖いと思うことがまずないので、自分自身に驚きました。まるで自分に恐ろしいことが起きる前触れのような感覚でした。きっと熱のせいでそんな気持ちが起きるんだろう、そう考え、なんとか眠るように努力していました。その時小川さんは台所と布団が敷いてある奥の居間との間のガラス引き戸は開けっぱなしにしていました。そしてちょうど台所が見える横向きで寝ていました。すると小川さんはふと妙な気配を感じ、目を開けると、突然目の前の台所を右から左にタタタタタタと猛スピードで何者かがダッシュして
走り抜けていきました。びっくりした小川さんは、今のは何だと飛び起きたそうです。それはまるで短距離ランナーのようでした。一瞬だったので、どんな人だったか、性別も年齢もどんな服装かも分かりませんでした。でも玄関は鍵がかかったままですから、誰かが侵入できるわけがなく、その狭い台所を横切った人間がいるわけもないのです。今のはすごくリアルだったが、夢だったのだろうかと小川さんは何を見たのか半信半疑でした。結局熱で苦しんでいるので、おかしな幻覚でも見たのだろうと片付けて、小川さんはまた横になっていました。するとやはりさっきからある怖いという感覚は一向になくなりませんでした。それどころか幻覚を見たからか、どんどん怖い感覚は強くなっていったそうです。小川さんはもともとそんな怖がりな性格ではないので、この漠然とした怖さの原因が何なのか突き止めようと思いました。すると少しずつ分かってきたそうです。その怖さはどうやら部屋の玄関あたりから押し寄せてくる感じがしました。玄関から灰色の濁ったもやが小川さんに向かってじわじわと流れ込んでくるようでした。それが分かると、自分が毎日使う見慣れた玄関が怖くて怖くて近づいて確認することができなくなりました。でもなぜ玄関なのだろうと必死で考えましたが、玄関には靴以外何もおかしなものはありません。ただふと今まで部屋にはなかったもので今あるものではないかと考えたそうです。そして小川さんははっと気がつきました。午前中に宅配便を受け取る前までは小川さんは至って元気だったのです。そして宅配の荷物を開けて例のスニーカーを試着した後ぐらいから小川さんは急に具合が悪くなったことに気がつきました。そしてその中古のスニーカーは今玄関に並べてあるのです。ああ、あのスニーカーだと怖いものが何だったのか直感で分かった感じがしました。小川さんの心臓の音は速くなり、あのスニーカーが全ての元凶なら何とかしなくては、そう思いました。そういえばさっき幻覚と思った台所を横切ったものがまるで短距離ランナーのようだったことも思い出しました。まさかあれはスニーカーに取り付いているものだったのではと怖くなり、このままスニーカーを部屋に置いておけばまたおかしな現象が起きるのではないかと思いました。そこで小川さんはだるい体を何とか奮い起こして玄関に行きました。するとそこには何の変哲もない黒いスニーカーが他の靴と一緒に並べて置いてありました。でもなぜさっきは気がつかなかったのか、小川さんはそれを見るなり背筋がゾワッとしたそうです。小川さんは霊感はありませんが、それでもそのスニーカーには目には見えない不吉な気が充満している感じがしました。そこで小川さんは普通のレジ袋にこの呪われたスニーカーを投げ捨てるように放り込み、台所にあった食塩をその上から振りかけて袋を縛り、アパートのゴミ捨て場にふらふらしながら持っていきました。確か明日がゴミの回収日だったな、そう思い小川さんは急いで部屋に戻りました。やっと元凶のスニーカーがなくなったのでもう大丈夫と思ったのですが、部屋に入ると一向に不吉な空気はなくなっていませんでした。小川さんはふと何かすごく間違ったことをしたように感じたそうです。そこでこの手のことに詳しい霊感のある会社の上司がいたので、すぐ電話をして事情をすべて話しアドバイスをもらいました。
すると上司はすぐにまたゴミ捨て場に戻ってスニーカーの袋を持ってくること、そしてレジ袋ではなく紙の袋にスニーカーを入れ替えること、食卓塩ではなくお清めの塩をかけて捨てることと言いました。小川さんはそんな紙袋もお清めの塩も持っていませんと言うと、上司が持っているということで、近所だったので小川さんはよろよろしながら上司の家に行きもらってきたそうです。その時上司は小川さんの様子を見てぎょっとした顔をしたそうです。そしてできる限り早くその靴を処分した方がいいと真剣に言ったそうです。言われるまでもなく小川さんは部屋に戻るとすぐスニーカーを紙袋に入れました。そしてもらったお清めの塩をパラパラっと振りかけたその時でした。突然小川さんはものすごいめまいに襲われ、うわーっと声を上げてその場にバタンと倒れてしまいました。ぐるぐると部屋ごと大きく回り、小川さんは自分はこのまま死んでしまうのかと思ったそうです。どれくらい倒れていたのか、気がつくと辺りはすっかり暗くなっていたそうです。小川さんはまずい、まだスニーカーの処理が完了していない、そう思い最後の力を振り絞って起き上がり、スニーカーの紙袋を深夜のアパートのゴミ捨て場に置いてきたということでした。そして部屋に戻った時は小川さんはまた倒れ込むように布団に入ったそうです。しばらくして夜中にトイレに目が覚めた時は体のだるさはなくなり、どうやら熱は下がっているようでした。そして朝にはすっかり回復し、嘘のように元気になり、その日はちゃんと仕事にも行くことができたということでした。家を出るときゴミ捨て場を見たらもう回収は終わっており、スニーカーの紙袋もなくなっていました。その後会社の上司は小川さんに、中古品は前の人の念が残っているから私は絶対古着とか買わないし、中古のものは身につけないのよと話していたそうです。でも小川さんが釈然としないのは、前の持ち主が一度しか履いていないスニーカーに自分の体調が悪くなるほどの恐ろしい強い負の念がこもっていたことでした。そしてあの一瞬見えた台所を走り抜けていった何かはあのスニーカーと関係あるのかも謎でした。売り主は普通の主婦で息子さんのために買ったものでしたが、なぜ息子さんが履きたくなかったのかも気になるところだったそうです。これは余談ですが、新品の白物家電にすでに霊が取り付いていた話を聞いたことがありますね。不動産屋さんの怪談へようこそ。これは東京にお住まいの男性 K さんから聞いた彼が小学生の頃の奇妙なお話です。ある日 K 君は小学校の友達数人と同じクラスの田中君家に遊びに行ったそうです。田中君の住む家は古い木造2階建ての平凡な日本家屋でした。田中君家といっても実はそこは借家で、自宅を今改装している最中なので一時的に住んでいるということでした。K 君とみんなは早速田中君家に上がり込み、古い家だななどと思っていました。すると田中君が、この家なんかおかしいんだよと言いました。K 君とみんなは、おかしいってどこがと聞くと、田中君は見せてあげると言って部屋の押し入れの襖を開けたそうです。そして押し入れの上の段によじ登り、天井板を開けて屋根裏を見せてくれました。K 君たちは
なんだなんだと興味津々でその薄暗い屋根裏を覗き込みました。するとみんな一斉にハッとしたそうです。その屋根裏の太い梁に一本の斧がぐっさり刺さっていたのです。K 君はなんで斧なんかが刺さったままなんだろうと子供ながらもすごく不思議でした。でも家がおかしいと聞いていたので、これがどうしたのと田中君に聞いたそうです。すると田中君曰く、この刺さってる斧なんだけど、毎回見るたびに斧の向きが変わるんだよということでした。誰も触ってもいないのに、いつの間にか斧の向きが勝手に変わっているというのです。K 君もみんなもそんな奇妙なことがあるんだろうかと半信半疑でした。そして次の日もまた K 君たちは田中君の家に遊びに行きました。みんなふと斧がどうなっているかなと思い、再び屋根裏を覗かせてもらいました。すると田中君の言う通り、斧が昨日とは全く違う向きに刺さっていました。その場の全員がぞっとして黙ってしまったということです。もちろん田中君の家族も誰も斧に触ったことはありませんし、向きを変えるわけもありません。屋根裏に魔除けや結界の意味で何かを置くということはありますが、斧のように重いものが勝手に動くというのは聞いたことがありません。一体誰が何のために梁に斧を刺したのか、それは何を意味するのか、そして肝心なのはどうして毎回覗くたびに向きが変わっているのか。あまりに奇妙な現象ですが、この2回目に見たとき、K 君はその斧に言葉では言い表せない気味の悪さを感じました。これは K さんが子供の時に体験したことでしたが、大人になった今でも不思議でならないそうです。第2話、不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは東京にお住まいの男性、仮名ですが近藤さんからいただいた、彼が大学生の頃に体験したお話です。それは1999年の3月の終わり頃でした。近藤さんは同じ大学生の友人だと合計男女4人で地元山口県で有名な佐波川ダムに肝試しに行ったそうです。佐波川ダムに到着した時は深夜近くになっており、ダム湖は見渡す限り奥行きすらわからない暗黒の世界でした。近藤さんたち4人は車から降り、堤防上の道路をトンネルに向かって歩くことにしました。寒いと近藤さんたちは思わず体をさすりました。3月でも佐波川ダムは街中よりさらに気温が低く、ひんやり底冷えがしていました。道路の両脇の手すりにあるわずかな明かりを頼りに4人が進んでいくと、正面にぽっかりと真っ暗な大きな穴が見えてきたそうです。この大穴が素彫りで作られた狭い佐波川トンネルの入り口でした。それは機械を使わずに掘っていったものにコンクリートを吹きつけただけの簡素な作りでした。さて近藤さんたち4人がトンネルの中に足を踏み入れると、入り口付近はまだ外からの明かりで少し前が見えていたそうです。でもすぐに目の前が何も見えなくなってしまいました。トンネル内にはわずかな明かりはあったのですが、そのダウンライトの明かりさえも暗黒の闇に吸い込まれてしまい、役に立ちませんでした。トンネルといっても200メーターぐらいで短いので、暗闇でよく見えませんでしたが、
4人とも壁を手で伝いながら進もうということになりました。するとその時近藤さんは「あ、そうだ、ライターがあった」そう気がつき、すぐその場で火をつけたそうです。暗闇に灯ったライターでやっと足元がぼんやり見えるようになり、みんな少しほっとしました。そしてわずかなライターの明かりを頼りに4人は出口へと進んでいきました。ゆっくり慎重に進んでいくと、間もなく出口らしき穴が見えてきたそうです。ああ、出口まであと少しだとみんながほっとした時でした。突然近藤さんのライターの火が消えてしまいました。みんなうわっと小声で叫びました。そこは一瞬にして暗黒の世界になり、近藤さんは慌ててライターをつけ直そうとしました。カチ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 、なぜかライターがつかなくなってしまったそうです。どうした？早く早くつけてとみんなにせかされ、近藤さんも焦って何回もつけようとしました。でも火は一向につきません。こんな時に限ってなんでなんだと近藤さんが慌てれば慌てるほど、その場のみんなが緊張していきました。すると突然先頭を歩いていた男子の坂本くんが「やばい!」と大声を上げました。彼の声に後の3人はその場で凍りついたそうです。暗闇の中、その時坂本くんの目の前には大きな目玉が宙に浮かんでいたのです。不思議にも暗黒の中、その目玉だけがはっきりと見えていたそうです。そしてその目玉はそれに気がついた坂本くんを睨みつけて「これ以上近寄るな」そういうメッセージを送ってきたそうです。あとの3人は何が起きたのか全く分からず、どうしたんだ、何々と一斉にパニックになりました。すると坂本くんが我に返ったように「戻ろう、早く早く」と叫びました。上司の2人は泣き出し、近藤さんもどこをどう戻ったのか覚えていないくらい動転して、真っ暗闇の中、壁伝いでトンネルを引き返しました。そしてなんとか全員トンネルから抜け出せたということでした。そして近藤さんは息を整えてから坂本くんに「どうしたんだよ、何があった?」と聞くと、坂本くんは真っ青な顔でしばらく何も言えず、ずっと震えていたそうです。その3ヶ月後、坂本くんはバイクで大事故に遭い、瀕死の状態で生死をさまようことになってしまいました。幸運にも坂本くんは一命を取り留めたということですが、あの佐波川トンネルの出口より先には絶対に足を踏み入れてはいけない魔界の入り口があったのかもしれません。不動産屋さんの階段へようこそ。土地にはパワースポットもあれば心霊スポットになってしまう異道もありますが、なぜかダムの周辺でおかしな現象が起きやすい気がします。さて、これは東京にお住まいの男性、仮名ですが田村さんから伺った、まだみんながみんな携帯電話を持っていなかった頃のお話です。それは1999年の年明けの1月のことでした。当時田村さんは大学生で、故郷の山口県に帰省している最中、久しぶりに地元の友人2人と心霊スポットとして有名な佐波川ダムに肝試しに行ったそうです。田村さんと A 君 B 君の3人を乗せた車は夜中の1時ごろに現場に着きました。そこで3人は一番怪奇現象が報告され怖いとされる佐波川トンネルを歩こうということになりました。早速車を止めて外に出ると、辺りは真っ暗で
凍りつくような寒さに感じたそうです。田村さんたち3人はダムの堤体の上に作られた道路をまっすぐ歩いていくと、前方にその曰く付きのトンネルが真っ黒な口を開けて待ち構えていました。3人は一応持参した懐中電灯で足元を照らしながら臆せずトンネルに突入したそうです。ところが田村さんたちの期待とは裏腹に特段怖い感じもなく、この短いトンネルを難なく通り抜けてしまいました。田村さんたちは少しがっかりして、なんだマジで心霊トンネルなどと言いながら出口の先に続く遊歩道を歩いていました。遊歩道の周りはうっそうとした森で真っ暗でしたが、誰も怖いとは思わなかったそうです。それよりも外気の寒さで冷え切っていた田村さんは、何もなさそうだから早く車に戻りたいなと思っていました。すると後ろの2人のうちの A 君の方がこの寒さでトイレに行きたかったようで、ちょっとごめんと言って道の端っこの茂みで用を足そうとしたそうです。そこで田村さんと B 君はいたずら心でちょっと怖がりの A 君をからかってやろうと思いました。おい、絵を置いてそっとここから逃げようぜ。そう2人で企むと A 君が背を向けて用を足しているうちに、今来た道を音を立てないように猛ダッシュで引き返したそうです。そして田村さんと B 君は車が止めてあるところまで一気に戻りました。2人は車に乗り込みエンジンをかけて今戻ってきたトンネルにまた向かうことにしたそうです。というのも車でトンネルを走っていれば自分たちがいなくなってパニクっている A 君は駐車場の方向に戻ってくるはずなので、すぐ見つけられると思ったからでした。それを見て笑って A 君を拾おう、そういう目論みでした。車でトンネルに入るとヘッドライトに照らされてゴツゴツのすぼりの表面が不気味に見えていたそうです。こんなところをさっきはよく歩いてたなと思いながらも、さてそろそろ A 君が見えてくるはずだがと田村さんたちは思いました。ところがトンネルを抜けてもそこには誰もいませんでした。あれ、A のやつどこ行ったんだ、見過ごしたかなと言って少しバックしてみましたが、やはりトンネル内には A 君はいませんでした。田村さんと B 君は顔を見合わせて、おかしいな、あいつどこに消えたんだ、遊歩道の先に歩いていったのかな、そんなことを言いながら車でトンネルの先の狭い遊歩道を探しましたが、やはりその先には人っ子一人いませんでした。怖がりの A 君ですからわざと自分たちを困らせて隠れたりするわけがないので、何度も何度も田村さんたちはダム周辺を捜索したそうです。でもどこを探しても A 君はいませんでした。だんだん2人は焦ってきたそうで半信半疑でしたが、まさかあの世に連れて行かれたのかなと冗談を言いながら内心はかなり心配になっていました。そしてかれこれ3時間ぐらい探し回ったということでした。ついにこれは何かとんでもなくまずいことに A 君が巻き込まれているのではと事の重大さに気がつき、田村さんはもう警察に連絡するしかないよなと言って携帯でかけようとしました。ところが今はどうか知りませんが、当時はダム周辺は全く携帯の電波が届かなかったそうです。近くに公衆電話などあるわけもなく、どうしようということになりました。夜明け近くでしたので仕方なく少し走り回って一番最初に見つけた民家で電話を借りることにしました。事情を説明すると朝の早い民家の人はすぐ電話を貸してくれたそうです。
そこで田村さんと B 君は警察に A 君の捜索をお願いしました。すると民家で20分ぐらい待っていると警察から折り返しの電話があり、友人の A 君を無事保護したと伝えてきました。これは余談ですが、後で聞いた話では田村さんたちは警察からからかって置き去りにした場所が場所だけにものすごく叱られたそうです。そしてよく聞くと、友人の A 君はなんとダムから10キロも離れたところでこの寒さの中ふらふら半分よろけながら走っているところを保護されたということでした。なんで駐車場の方に向かわずにそんなところにいたのか、田村さんたちはさっぱり分かりませんでした。最寄りの警察署で田村さんたちはやっと A 君と再会できほっとしました。でもその時 A 君は一晩中寒さの中を走り回って疲弊していたのか、顔がかなり青ざめていてどう見ても普通ではなかったそうです。そこであの後一体何があったのか A 君に事情を聞きました。すると小声でぼそっと A 君は話し出したそうです。さてあの時 A 君が用を足して振り返ると、いつの間にか田村さんと B 君がいなくなっているのでキョロキョロ周りを見渡したということでした。A 君は最初は2人がからかって隠れてるなと思いました。でもすぐに2人とも森の中を通るこの遊歩道を先に進んでいったのかと当然のように思ったそうです。そこで A 君はトンネルには引き返さずに遊歩道の先を歩いていきました。でもしばらく行くと何かおかしい感じがしたそうです。彼らが通ったような気配がなく、A 君は異世界に一人で進んでいるような感覚がしました。少し心細くなり引き返した方がいいかなと思った時でした。突然後ろから車のエンジン音が聞こえ、眩しいヘッドライトで辺りが明るくなりました。A 君は田村たちの車かなと思い、すぐ振り返るとそこにはヘッドライトを上向きにして走ってくる友人の車が見えました。やっぱりあいつらだ。そう思った A 君は道の真ん中で彼らが車を止めるのを待っていました。ところが友人の車はスピードを緩めることなく、まるで A 君が全く見えていないかのように突っ走ってきます。うわ、やばいと車が A 君にぶつかりそうになる直前で、慌てて A 君は道路脇の茂みの中に倒れ込むように避けたそうです。すると田村さんたちの車はそのままのスピードで目の前を過ぎ去っていきました。A 君はもうすんでで引かれるところだったので、あっぶねえなぁと腹が立ちましたが、信じられない、あいつらどうして自分がわからなかったんだろうとても不可解でした。でも仕方がないので、どうせあいつら引き返してくるだろうから駐車場で待っていたら戻ってくるだろう、そう考えたそうです。そこで A 君は一人で元来たトンネルに引き返し、佐波川ダムの駐車場に戻ったということでした。さて駐車場で一人寒さの中 A 君は田村さんたち2人の車を待っていました。わずかな街灯の下、駐車場の周りにある10メーターぐらいの木の下に立っていたそうです。寒いな、早くあいつら戻ってこないかなと思っていると、突然 A 君の頭上の木がざわ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 と揺れ出しました。辺りは風が全くないのに、その木だけが揺れ出したのです。なんでこの木だけ揺れてるんだとびっくりした A 君はすぐ見上げたそうです。すると A 君の頭上の太い木の幹にブランブランと男性の足がぶら下がって揺れているのが見えました。
それは泥だらけの作業着姿の男性の体でした。A 君は全身が凍りついて、視線がそのぶら下がった泥まみれの体からそらすことができませんでした。よく見るとその体には頭がなかったそうです。首から下の肉体だけが吊るされたまま揺れ動いていたのです。そのざわざわと枝を鳴らす音がまるで恐怖で硬直した A 君を嘲笑っているように聞こえました。どれくらい見つめていたのか、ついに A 君はうわーっと悲鳴を上げてその場から一目散で走り去ったそうです。そして狂ったように必死に走り回っていたところをパトカーに保護されたということでした。さて A 君の話を聞いて田村さんと B 君はにわかには信じられなかったそうです。でも A 君の話にはおかしな点が2つありました。なぜ田村さんたちが車で A 君を探しているとき、道路の真ん前に立っていた A 君が見えなかったのか、それも2人で前方を見ていたのに2人とも A 君には全く気がつかなかったそうです。そしてもう一つは、その駐車場の木に吊るされていた首なし遺体ですが、警察の話ではそんな遺体は発見されていないということでした。不動産屋さんの階段へようこそ。これは山梨県にお住まいの男性から伺った不動産業者にとってとても興味深い話です。その男性を仮に吉田さんとしておきますが、それはある屋敷にまつわる不思議な出来事でした。吉田さんがまだ中学生の頃、近所には古くから養蚕業が主ななりわいの農家がいくつかあったそうです。その中でも住民の噂が絶えない農家がありました。その農家を仮に今池としておきますが、代々養蚕業を受け継いだ裕福な一族でした。その家は町道から少し入ったところにあり、古い漆喰の日本家屋の母屋とその裏手に大きな土蔵がどっしりと構えていました。その母屋は2階建てで、その2階部分で長く養蚕業の蚕を生育していました。でも時代の流れでいつしか養蚕業は衰退していき、今池も他の農家と同様に収益の良い果樹園にシフトしていきました。そうなると蚕を育てる必要がなくなった母屋の2階は長らく使われなくなり、やがて家自体も古びていきました。そこで母屋の改築と裏の土蔵の取り壊しをすることになったそうです。そして5年という年月をかけて母屋は最新式の2階建てに改築され、土蔵は車が2台収まるガレージと変貌しました。さて今池がその改築に着手すると、改築ですから今池の住人はその家の一部に住み続けながら少しずつ工事を進め、母屋の半分ぐらいが改築されました。そして裏の土蔵の取り壊しが始まり、この頃から近所の人たちは土蔵をむやみに壊して大丈夫なのかと噂をしていました。するとちょうど裏の土蔵が完全に取り壊された直後のことでした。ある日、吉田さんの近所で救急車のサイレンがけたたましく鳴り響き、その緊急車両は今池の前で停止しました。吉田さんや近所の人が何事かと様子をうかがっていると、今池のおじいさんが運ばれていくのが見えました。昨日まで元気で畑仕事に出ていたおじいさんだったので、近所の人たちも驚いたそうです。そして結局その日運ばれた病院で死亡したということでした。すると今池の旦那さんは、年だから仕方がないことですと言いました。
でも近所の人々はあんな元気だったのにとどこか違和感を覚えました。そしておじいさんのお通夜と葬儀も終わり、やっと一段落がついたぐらいの時だったそうです。今度はその今井家の息子がバイクで大事故に巻き込まれ重体になってしまいました。それも息子の方は安全運転でもらい事故だったそうです。ところがそれで終わりではありませんでした。その数ヶ月後、再び救急車のサイレンの音が聞こえたかと思うと、緊急車両は町道から路地に入っていき、また今井家の前で止まりました。そして門中から改築後の真新しい家の中に救急隊が駆けつけていきました。吉田さんはまただ、今度は誰なんだと思いながら近所のやじ馬の脇からその様子を見ていました。するとやじ馬の中から今井家の奥さんが突然倒れたんだってさという声が聞こえました。次から次へとこの家はいろいろ起きるねと誰かが言うと、まさか屋敷神を動かしたんじゃないだろうねとまた誰かが言いました。吉田さんはそれを聞いて、屋敷神どういうことだろうと思いました。中学生の吉田さんは屋敷神という存在をその土地を守るものだと聞いたことがありました。屋敷神は家の中ではなく、その敷地内の一角の鬼門もしくは裏鬼門に祠を建立して祀られると聞いていました。さて、その後奥さんは何とか一命を取り留めたということでしたが、それからも今井家の家族の誰かがひっきりなしに怪我をしたり病気を患ったりしていたそうです。吉田さんはそういった今井家の家族の不運を耳にするたびに、あの屋敷神のことが気になっていました。そしてある日のこと、村の檀家回りをしているお寺の住職が今井家のその隣の家にお経をあげに来たそうです。隣の家で早速お経をあげ談笑した後、その家から出た時でした。住職はふと隣の今井家の改築された家屋に目が行きました。そして今井家の前でしばらく佇み、その屋敷から敷地内を眺め、眉を潜めていました。檀家の旦那さんは住職のその様子を不思議に思い、住職どうかしましたかと聞いてみたそうです。すると住職は、この家はなんで東向きに玄関があるのかなとやや斜め上を見上げながら檀家さんに尋ねました。檀家さんは、このお隣さんの家は昔北向きに玄関口があったんですよ。養蚕業を辞めた際に家も古くなったので大掛かりな改築をして、その時家の向きとともに玄関の位置も変えたようですねと話したそうです。その説明で住職の表情が変わり、やはりそうかとポロッと言うと、なるほど、以前は古い屋敷だったんだね。だったら屋敷神さんもあるだろうねというので、檀家さんは、ああ、確かにこの屋敷の西、つまり裏にあるはずですと伝えました。すると住職は、この家に今誰かいるのかね、すぐにここに来るように言ってくれませんかと言いました。檀家さんはこれは何か重大なことがあると思い、直ちに今井家の旦那さんを呼び出しました。何事かという表情で玄関口に出てきた今井家の旦那さんに、住職は手短に挨拶をして、この家はいつ改築なすったと玄関先で尋ねました。今井さんは、私の父、つまり前の家主が亡くなったあたりですから、今から5年前に母屋と納屋だった土蔵を取り壊して、新しく2階建ての家とガレージを建てましたと答えたそうです。
それを聞いて住職は納得した顔で間髪を入れずに、その時その土蔵の中に神棚はありませんでしたかと尋ねました。すると今井氏がはっとした顔をしたので、住職は屋敷神がこの屋敷の裏鬼門を守るにあたり、その屋敷神の祠と母屋の間にあった土蔵にも神棚があったはずだが、それはどうなったのですかと鋭く切り込んだそうです。驚いた今井氏は、確かに土蔵には神棚がありました。でも土蔵を取り壊してガレージにする際に祈祷はせずに一緒くたに撤去してもらいましたとしぶしぶ答えました。住職はその説明を聞いてため息をつくと、その土蔵の神棚は結界の一部だったのです。裏鬼門の屋敷神と母屋の間にある神棚を撤去したことで、悪い気が入る歯止めがなくなり、新しい母屋の東にある玄関からまがまがしいものやおかしなものを招いていますと言いました。そして玄関位置を変えて土蔵を取り壊して以来、良くないことが続いていませんかと聞かれた今井氏は血の気が引いて真っ青になり、どうすればよいですかとすぐに住職に助言を求めたそうです。そこで住職は、ではまず今ある玄関を以前の北に戻してください。そうすれば悪い気を封じることができますと教えました。そこで今井氏は住職に言われた通りにしました。まず神棚を撤去してしまったので、新たに母屋の中に神棚を設置しました。そしてお金をかけて玄関の向きを以前の北の方向に変更したそうです。吉田さんも近所の人も玄関の向きだけをわざわざ変えたのを不思議に思っていました。でも玄関の向きを変えて以来、ぴたりと今井家の家族に災難が起こらなくなったそうです。見事に誰一人として病気も事故に遭遇することもなくなったということでした。吉田さんは今でもあの家の前を通るたびに思うそうです。家を建てるときに方位を気にする人は多いけど、あれは単なる迷信なんかじゃないのかもしれませんね。やはりそれには理由があるということなのでしょうね、と語ってくれました。不動産屋さんの階段へようこそ。道に迷ったり違う場所に来てしまったりするのは、その土地に呼ばれていることもあるのかもしれません。さて、これは私の友人の息子さんが今から10年ぐらい前に体験したお話です。その息子さんを仮にひろきさんとお呼びします。当時20代後半だったひろきさんは仕事の帰りによく温泉スパに通っていたそうです。ひろきさんは神奈川県横浜市の実家で母親と兄の3人で暮らしていました。職場は東京でしたが、東急田園都市線の某駅が最寄り駅で、その駅から出ている温泉スパ行きの専用バスに乗って目的の温泉施設に通っていました。そんなある日のことでした。その日はいつもより仕事が終わるのが遅くなり、ひろきさんが最寄り駅に着いた時はすでにすっかり暗くなっていました。季節は春でしたが、夜になるとまだまだ寒く、ひろきさんは早く温泉に浸かってリラックスしたかったそうです。そこですぐ温泉スパ専用バスが出るバス停へと急ぐと、ちょうどその専用バスが来ていました。この寒空にバスを待たなくてよかったので、ひろきさんはラッキーと思いながらさっと乗り込みました。するとバスには誰も乗っていませんでした。いつもは必ず5、6人は乗っているので、ひろきさんは
珍しいな。少し遅い時間だからかなと思いました。しばらく他の乗客を待っていましたが、誰も乗り込んでこなかったので、運転手はドアを閉め、バスは出発したそうです。ひろきさんは仕事で疲れていたので、ゆらゆらと心地よくバスに揺られながら、ぼんやりと何も考えずに車窓を眺めていました。しばらくしてひろきさんは外の景色にふと違和感を感じてきました。あれ、こんな道通ったっけ？そう思ったそうです。いつも見慣れたバスからの眺めですが、なぜか行ったことのないルートを走っている感じがしました。専用バスですからまさか乗り間違えることはないので、ひろきさんは疲れているからいつもの道も違って見えるだけで気のせいだなと思い気にしませんでした。でもしばらく様子を見ていると、やっぱり通ったことがない風景が続いているように感じました。ひろきさんが変だなぁと思っていると、突然バスが大きく右に曲がったそうです。ひろきさんはあれ、こんな道に入ったことはないがと初めて違うルートを走っていることを確信しました。ただひろきさんはきっとこの専用バスは遅い時間帯だと別ルートで目的地に行くのかもしれない、そう考えました。でも別ルートにしてはその道は街灯がほとんどない薄暗い狭い道で、方角的にも何かしっくりしませんでした。そしてどんどんバスはひろきさんが日頃見慣れた横浜の街並みとは正反対の薄暗い寂しいエリアに入っていきました。バスは温泉スパまで直行ですから、途中で乗客を拾うこともないので、ひろきさんだけが乗客で、暗い車内に運転手と2人だけの状態でした。運転手はごく普通の40代ぐらいの男性で、まるでひろきさんが存在しないかのように運転に集中していました。そしてひろきさんはいつになくバスの車内が重い空気に包まれていく感じがして、だんだん不安になっていきました。それはまるで異国の地で一人で夜目的地がわからないバスに乗っているような、そんな気持ちだったそうです。知らないところに連れて行かれて二度と帰ってこれないというような不安でした。運転手にどこに行くのか尋ねればよかったのですが、ひろきさんはなぜかそんな簡単なことが聞けませんでした。でも少し落ち着いて考え、大の大人がバスにどこかに連れて行かれるなんて思う自分の方がどうかしていると思い直したそうです。もう何でもいいからすぐにバスを止めてもらって降ろしてもらおう、そう決心しました。そこでひろきさんは運転手に向かって降りますと一言言いました。すると運転手はうなずくこともせずに無言のままひろきさんを無視して運転しています。その時は本当に怖いと感じたそうです。その張り詰めた沈黙にひろきさんの背筋に冷たいものが走りました。そしてこの運転手は頭がおかしいのかと思い始めていました。すると突然運転手は何も言わないままスーッとバスを路肩に止め、バタンとドアを開けたそうです。ひろきさんは一瞬呆然としましたが、すぐに我に返り慌てて逃げるようにバスのタラップを降りました。外に出れたひろきさんがほっとため息をつくと、バスは再びバタンとドアを閉めて走り去っていきました。そしてバスは暗闇の中に吸い込まれるように見えなくなったそうです。ひろきさんは一体あのバスはなんでこんなところに自分を運んだんだと不可解でなりませんでした。さて降ろしてもらえたのは良かったのですが、ここがどこかも分かりません。
わずかな街灯しかない寂しく暗い場所で民家もなく、家に戻るにはどこか大通りに出るしかないなと思いながら周りを見渡しました。するとひろきさんははっとしたそうです。今バスが止まったところは神社の鳥居の真正面だったのです。よりによってバスを降りたところが夜の神社の真ん前だったことに、ひろきさんは少し怖くなりました。さほど大きくはない神社でしたが、よく見るとひろきさんはぎょっとしたそうです。その鳥居の前にどういうわけかカラスの死骸が吊るしてあったのです。暗い神社の入り口にそんな不浄な忌まわしいものが吊るしてあったので、ひろきさんは気味が悪くなりました。まるで自分は不吉な何かに招かれてここに連れてこられたような気持ちになり、嫌な胸騒ぎがしました。そこで急いでその場を立ち去り、とにかく明るいところを探して歩きました。するとしばらく行くと明かりがちらほら見えてきて、一軒のコンビニが見つかり、ひろきさんは「ああよかった」と安堵しました。そこでコンビニに駆け込み、結局もう遅いのでタクシーを呼んで家に戻ったそうです。さて夜10時ごろ無事タクシーで自宅に到着し、ひろきさんは玄関ドアを開けて家の中に入りました。するとそこには母親と兄がいたのですが、2人が同時にぎょっとした顔をしてひろきさんを見たそうです。ひろきさんは思わず「何何、僕どうかした?」と2人に聞くと、お母さんとお兄さんが口を揃えて「一体今までどこに行って何を連れてきたんだ?」と聞いてきました。ひろきさんは意味がよく分からず唖然としていました。するとお母さんが言うには、今ひろきさんが部屋に入ってきた時、ひろきさんの後ろに一瞬誰かがいるのが見えたということでした。あら誰かしらと思いよく見ると、それは髪の長い若い女性で、キャメル色のトレンチコートを着ていたのがはっきり分かったそうです。でもそれは一瞬のことで、女性はすぐ書き消えていったので、生きている人ではないとお母さんは分かりました。それを聞いてひろきさんはじわじわ血の気が引いていきました。するとお兄さんもひろきさんの後ろに同じく女性が見えたということでした。でもお兄さんにはその女性は着物姿に見えたそうです。ひろきさんのお母さんとお兄さんは霊感があるので、服装は違っても女性の霊が見えていましたが、ひろきさんには何も見えていませんでした。2人の話を聞いてひろきさんは慌てて今夜のバスの不可解な出来事をすべて話したそうです。目的地とは違う知らない土地の神社の前にまるで導かれるかのように行くことになったと話すと、お母さんは不吉な予感がしたようでした。その女性の霊は間違いなくその神社か、もしくは神社周辺に関係があり、バスに乗り込む時からなのか、神社で降りた時からなのか、ひろきさんに取り付いていたのかもしれないと思いました。そこでお母さんの勧めでひろきさんはすぐにお祓いをしてもらいました。その後女性の霊は取れたということですが、油断はできないとお母さんは思い、その神社を探したそうです。ただひろきさんも道順の記憶が曖昧で、それらしい神社を特定はできませんでした。でもそもそもその神社自体、本当にこの世に存在していたのでしょうか。カラスの死骸ですが、知人の神社関係者に聞いたところ、神道では全く意味をなさないそうです。そして何よりも、なぜあの専用バスの運転手はひろきさんを乗せて全く違う方面に行ったのかということです。
乗り物には霊がつきやすいと聞いたことがあるので、ひょっとしてあのバスの運転手の男性も何かに取りつかれていて、その何かがひろきさんをおびき寄せていたのかもしれませんね。皆さんはどう考えますか？ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。